身を任せます、時の流れに初恋は幼稚園の時かな。でも確かに似てるかもって思いました皆さんこんにちは、石塚彩香です。今日は皆さんからいただいた質問と、あとかわいいパティーンさんのですね、スタッフさんの質問に答えていきたいと思います。ではどうぞ。お塩ですね。お塩の専門店があるんですけど、そこのお塩はどれを食べても美味しいんですよ。でそのお塩でご飯何杯もいけます。いろんな瀬戸内海だったりとか、いろんなところで各地のお塩の味はちょっと違うんですよ。お塩の中でも甘かったりとか、しょっぱかったりとか、辛かったりとか、いろいろあるんですよ。麻布の商店街に塩屋さんがあるんですけど、そこのお塩屋さんの海苔とお塩がうまく調合されたのがあるんですけど、それが美味しいです。私あれですね、中3の時にちょっと病気をしてからちょっと太りまして、で体型変わったけどもっと前向きに明るくみんなを笑顔にできるようなことできるんじゃないかなと思って、こういう活動を始めました。モデルはいつも写真を撮ってもらってるカメラマンさんがいるんですけど、その方づてでなんかやってみないと言われて、で始めました。そうですね、役者をやってて、でも違う表現するっていう意味ではこういうメイク動画だったり、舞台の上だったり、写真だったりとか、そういうものは変わらないのかなと思います。本当に申し訳ないんですけど、 AKB の今もいらっしゃるのかな、名取若菜さんっていう方に似てると言われたことあります。あとユリアン・レトリーバーさんには似てるって言われます最近だと。でも確かに似てるかもって思いました似てるかもと思って、なんかもう恐怖心と戦いながら、やばい飛んだ、どうしようと思いながら、その場で起こっていることを冷静に見れるようにして一瞬でどうにかします。もう身を任せます、時の流れにセリフ飛んだことはがっつり飛んだってわけじゃないんですけど、前の人が出すセリフで私が反応できるやつがあったんですけど、その前の子のバトンがうまく出なかったんですね、その日で。どうしようと思って、こっからでも今からこれ私言ってもおかしいしなと思いながら、どうしようかなと思いつつ頑張って導き出したことはありますその時はコメディのお芝居じゃなかったんで、シリアスなお芝居だったので、笑いを取らなくていい分そんなに重荷にはならなかったですね。私が所属してるチーム銀クラって劇団は基本一人のセリフが短いんですよ。でポン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 といく会話劇がメインなので、多分その一人の人のセリフがぐちゃっとなったらテンポが崩れちゃうっていう意識がみんなあるので、頑張ってます。こうやって構えて、実際あったな、なんか一箇所ぐちゃってなっても周りがカバーするみたいな、そういうところがいいなと思います割とちっちゃい頃からお米が好きだったんですけど、それはおばあちゃんの実家が山形県にあって、その山形県からお米を定期的に送ってもらってたんですね。だから食卓に並んでるのがご飯の方が多かった、ご飯率が高かったのでご飯の下に慣れちゃったのかなって思うんですけど、パンはパンで私別に嫌いとかじゃないんですよ。食べるしパンも。でも食べる頻度の問題ですかね。ご飯の方が食べる頻度は多いし、ご飯の方が好きなんですけど、なんでだろうな。お米は噛めば噛むだけ甘くなるから、その甘さが好きです。めっちゃ噛みます。だからめっちゃ歯強いんですよ私で。虫歯になったことがなくて、あとご飯を美味しく食べるためにめっちゃ歯磨きするってのもあるんですけど、その効果が出てるなと思います。美味しいご飯を食べたいので虫歯にならないようにしないといけないですね肉じゃがの白滝、味の染みた白滝と、でもそれもお米がないとな。お米ですかね、やっぱり塩でいける人なので、私はなんかもう何もなくてもご飯食べれますね。
なんかピーマンも割とちっちゃい子から食べれたし、人参も食べれたし、あとパクチーも大好きなんですよ。ピータンなんか皆さん好き嫌い分かれるじゃないですか。まだ食べたことがなくて、ピータンはちょっと今後挑戦してみて、もしかしたら私が唯一食べれない食べ物がピータンになるかもしれないですね。食べれないものはないけど、好き好んでそこまでして食べないってものはありますね。ゴーヤとかセロリとかもそうかな。そうですね、セロリはなんかバーニャカウダみたいな感じだったらもういくらでも食べれます。あとマヨネーズも別にそんな好きって思って食べないな。嫌いじゃないけど、そんな大好きって食べ物が少ないかもしれないですね。偏ってると思います。みんなでシェアできるじゃないですか、飴とかだったら。飴とか小分けになってるお菓子とかは月どれぐらいだろう、1500円とかそれぐらいじゃないですか。そんな使ってないですね。あとは他の方からもらうんですよ。だから自分でそんなに買うってことはあんまないかもしれないですね。高野フルーツパーラーのフルーツのチョコレートがあるんですけど、それはもうめちゃくちゃ嬉しいですね。なんかもらってすごい高まったみたいなことをツイッターに書いたら、その後お客さんが持ってきてくださって、それもめちゃくちゃ嬉しかったです。初恋は幼稚園の時かな。4歳とか5歳とかそれぐらいの時かな。足が速くてちょっとだけ背が大きくて、綱引きの時に大活躍してくれる男の子でしたね。綱引きをやったんです、年中の時に。でその綱引きの時に練習する時に、その男の子がみんなよりも多分ちょっとだけ、本当にちょっとなんですよ、今思うと。本当にちょっと大きくて、で力持ちで足が速くて背が大きいってだけで多分好きだったんですね。力強そうな方が好きです。なんか武井壮さんまではいかないけど、すごく強そうな人が好きです。加藤浩次さんのダンディーみたいな男性って感じの内から湧き出てくる感じはすごい好きなんですけど、女性は元 AKB の増田由香さんがすごい好きです。あと最近はビッシュさんっていうアイドルグループにすごく心を奪われてます。50m だったら楽勝じゃないですか。25秒とか楽勝じゃないか、9秒12秒とか13秒とか15秒とどんどん伸びてくっていう、平均タイムが9秒ならじゃあ12秒とかにしときます12秒で走りますよ、50m。スピードスケートシューって言ってみたくないですか。シューって氷の上を駆け巡ってみたいなと思います。カーリングやってみたいです。私みんなでチームになって一つのものに向かっていくっていうのはもうね、素敵なことだなと思って、カーリングもいいなと思います。スピードスケートって言っときながら全人類を小人にする魔法です。ちっちゃくなってほんと3センチぐらいになってみたいで、縮小してシュッて自分が今まで大きかったこの身長じゃ見れなかったところ、例えばこんなちっちゃいところに溝があったとか、そういうところに入り込んでみたいです。一回ちっちゃいこういうキュッとなってるところにキュッてこうやってなってみたいです。でもあまりにも狭いところはあんま好きじゃないんですよ。ちょっと矛盾してるなって思ってるんですけど、3センチになってみてちょっと狭いところに入ってみたいなと思いつつ、実際あまりに狭いところは好きじゃないです。程よいね、広さの場所に包まれたいですねリトルイリュージョンで、私のですね質問コーナーいかがだったでしょうか。このような感じで質問にも答えていくので、何か皆さんも質問があったらぜひコメントいただけたら嬉しいです。それじゃあバイバーイ。